独立を果たした日本にとって、まず大きな課題となったのが、自前の防衛力をどのように持つのかという問題でした。というのも、日米安全保障条約の前文には、アメリカは日本が自国の防衛のため、自ら責任を負うことを期待すると明記されており、独立後の日本が自前の防衛力を少しずつ整えていく方向性はすでに示されていたからです。しかしこれは簡単な問題ではありませんでした。なぜなら日本国憲法の第9条では、戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認が定められていたからです。そのため自前の防衛力を持つことは憲法9条に違反するのではないかという議論と直結していました。当時の日本国内は占領期に公職から追放されていた政治家や旧軍人が次第に発言権を取り戻しているところでした。その影響もあり、保守勢力の中では憲法を改正すべきだ、そして再軍備すべきだという主張が次第に広まっていきます。しかしこれに強く反発したのが左派社会党でした。左派社会党は再軍備は民主化に逆行するものであり、戦前の軍国日本を復活させることにつながるとして憲法を守るべきだ。日本は非武装中立でいるべきだと主張しました。こうして独立して間もない日本は自分たちの国をどのように守るのか、そして戦後の平和国家としてどの道を進むのか、早くも大きな決断を迫られるようになったのです。このような経緯で日本国憲法と日米安全保障条約は独立後の日本を考える上で大きな注目を集めるようになっていきました。そしてこれらと同じく注目を集めたのが日米行政協定です。というのも安全保障条約はアメリカ軍が日本に駐留するための大枠を定めたものに過ぎません。実際にアメリカ軍がどのように基地を使い、日本側がどのように協力するのか、その具体的な内容は別に結ばれた日米行政協定によって定められていました。つまり安全保障条約と行政協定はセットのような関係にあったのです。しかし問題はその内容で、日本は基地として使われる施設や区域をアメリカ軍に無償で提供し、さらに一定の駐留費用も負担することになっていました。そもそも日本国内には独立したのだから接収された土地や施設も帰ってくるだろうと期待していた人々もいたため、独立を回復したにもかかわらずアメリカ軍が日本に駐留し続けるという状況そのものが不満のもととなっていきます。それに加えて日本が駐留費用を負担するとなると、当然不満はさらに強まります。それどころか行政協定では、駐留軍関係者が日本国内で犯罪を犯した場合でも裁判をする権利は原則として日本ではなくアメリカ側にあるとされていました。これは日本国内でアメリカの治外法権を認めたものではないかと受け止められ、政府は強い批判を受けていくことになります。しかしこうした議論による対立よりも先に暴力を伴う対立の方が表面化しました。その舞台となったのが独立後初めてのメーデー中央集会であり、この集会には労働組合員や学生、市民など約40万人が参加していました。その中には左派社会党や右派社会党、そして共産党系の勢力も加わっていたのですが、当時の共産党が武装闘争方針を取っていたこともあり、集会後に一部のデモ隊が暴徒化します。彼らは占領の名残を感じさせる外国人関係の自動車などを破壊した後、使用を禁止されていた皇居前広場に乱入し、警官隊と衝突しました。これが血のメーデー事件です。この事件では2人が死亡し、1230人が検挙されるなど多数の死傷者を出しており、実力行使に走りやすかった当時の革新勢力と、それを厳しく取り締まろうとする政府や警察との鋭い対立を示す事件だと言えるでしょう。この血のメーデー事件を契機に吉田茂内閣は治安対策を強めていきます。これまで暴力的な行動の取り締まりには占領軍である GHQ の権力が大きな役割を果たしていました。しかし独立によって GHQ による占領統治が終わると、日本は自分たちの力で暴力的な行動に対応しなければならなくなります。こうして政府は暴力的な政治運動や過激な社会運動に対応するための法整備を進めていったのです。こうして成立したのが破壊活動防止法です。これは左右を問わず暴力主義的な破壊活動を規制することを目的とした法律でしたが、
当時の政府が特に念頭に置いていたのは武装闘争を展開していた日本共産党への対策でした。一方、外交に目を向けてみると、アメリカからの再軍備要求はさらに強まっていきました。吉田内閣はアメリカに対して保安隊を創設すると約束することで、ひとまずその圧力を受け流していた経緯があったため、独立後の日本はこの約束を実行に移していきます。すでに独立に向けて海上保安庁の内部には海上警備隊が創設されていましたが、その上で新たに保安庁が設置されます。これにより陸上の警察予備隊は保安庁の統括下に置かれました。また、海上保安庁の内部にあった海上警備隊も保安庁の下へ移され、警察予備隊は保安隊へ、海上警備隊は警備隊へと改められました。このように吉田内閣は独立後の治安と防衛の体制づくりを進めていきました。しかしその一方で自由党内部では吉田の強引な政治運営に対する不満が次第に高まっていきます。そんな中、国会が始まりましたが、開会からわずか2日後に吉田茂は突然衆議院を解散します。抜き打ち解散です。この解散は吉田茂とその側近たちを中心に計画されたものでした。あまりに突然の解散だったため、政界には大きな衝撃が走ります。吉田茂の狙いは、党内で批判を強める鳩山一郎ら反吉田勢力に打撃を与えるというもので、鳩山派の準備が整わないうちに選挙を行い、その勢力拡大を抑え込もうとしたのです。当然、鳩山一郎は吉田茂による抜き打ち解散を自分たちへの奇襲攻撃だと受け止めて怒りをあらわにし、河野一郎や三木武吉などの側近とともに吉田に対して党総裁の座を返還するように要求します。しかし、すでに長期政権を築き上げていた吉田茂は、病気の鳩山には日本を再建する重責は担えないとして、これを頑なに拒否しました。こうして自由党内における吉田と鳩山の抗争はますます激しくなっていき、同じ党に所属していながらまるで別の党であるかのような状態となっていったのです。この対立は吉田茂と鳩山一郎だけにとどまりませんでした。吉田茂の側近である大蔵大臣の池田隼人は、均衡財政を掲げて財政の安定を重視する姿勢を示していました。これに対して鳩山一郎に近い石橋湛山が石橋財政という冊子を発表し、池田の財政方針に対抗する動きを見せたのです。こうして吉田派と鳩山派の対立は政策面でもはっきりと現れるようになっていきます。さらに選挙活動の中で石橋湛山と河野一郎は各地で吉田茂を批判する演説を行ったため、これに怒った吉田は投票日の直前にこの2人を自由党から除名し、公認を取り消すなど、党内の分裂は目に見えるようになっていきます。こうして日本が占領から脱した後、初めての総選挙となる第25回衆議院議員総選挙は自由党内部の激しい分裂の中で実施されました。この選挙で自由党は大きく議席を減らしたものの、かろうじて過半数を制することに成功します。そして鳩山一郎をはじめとする公職追放を解除された人々の多くは議席を回復しました。一方、野党陣営では改進党が議席を伸ばし、社会党も躍進しました。ところが共産党は全議席を失うという結果となっており、これは武装闘争路線への方針転換が国民に受け入れられなかったことを示しています。こうして吉田茂は何とか政権を維持したものの、自由党の議席は大きく減り、鳩山派の存在感はむしろ強まってしまいました。つまり選挙には勝ったものの、吉田政権の基盤は確実に揺らぎ始め、不安定なものとなっていったのです。